チャオ、私の名前はアントニオ・サリエリ。1750年生まれのオペラ作曲家だ。今回紹介するのはアマデウスという映画だよ。1984年のアメリカ映画で第57回のアカデミー賞において作品賞、音響賞など8部門に輝いている名作なんだ。主人公は実在の作曲家で、私サリエリとボルフガング・アマデウス・モーツァルトの2人、老教のサリエリが神父に向かって告解するという形で、その生涯と特にモーツァルト君との関係について語っていくという内容になっている。今回はサリエリとモーツァルト、皇帝ヨーゼフ2世について、甘党サリエリ、モーツァルトの暮らし、まとめ、才能と嫉妬について、この5つに分けて紹介していくよ。まず私の個人的な感想を言うと、作品全体は大変よくできている。劇中の音楽もとても素晴らしい。だけど誰にもお分かりのように、これは私サリエリのために作られた作品ではないんだよね。この作品は正直に言えば忘れられていたサリエリの名前を世によみがえらせてくれたし、再び注目を集めるきっかけを作りもしたけど、決して私をよく描いてはいないからね。劇中で効果的に名曲を用い、刺激的な人間ドラマを紡いだアマデウスは傑作であるゆえに、多くの人々に誤ったイメージを広めてしまったんだ。もちろんそれは受け取り手の問題であって、作品に罪はないという意見もあるだろう。しかしだからこそ皆には歴史と創作の違いを知ってもらった上で作品を楽しんでもらいたいんだ。まず一番最初にこの話からさせてほしいんだけど、私がモーツァルト君を毒殺したという噂は実際にウィーンで流れたことがあったんだ。私の晩年のことさ。でももちろん私はやっていないし、やっていないとずっとそう言ってきた。一度同じイタリア出身で同業のロッシーニ君にまであなたが殺したんですかと聞かれた時には参ったものだけど、やってないものはやってないんだ。それが証拠に、例えばモーツァルト君の元弟子で、その後で私の弟子になったフンメルとジェスマイヤーという音楽家の子たちがいるんだよね。あともう一つ、モーツァルト君の末の子供でフランツという子がいて、その子も後に私の弟子になった。モーツァルト君の奥さんのコンスタンツェさんに頼まれて引き受けたんだ。もし私が本当にモーツァルト君を毒殺したのだったら、コンスタンツェさんにせよ私にせよ、そんなことをしたと思うかい？モーツァルト君と私は同時代の同業者で、だからもちろんライバル関係には違いないけど、オフィーリアの健康回復に寄せてという作品を共作したこともあったし、特に彼の晩年にはいろいろ親しい交流もしていて、私の方では彼と親友になれたとさえ思っているんだよ。モーツァルト君の方が私をどう思っていたかは今となってはわからないけどね。もう一つ、これをどうしても言っておきたいことがあるんだけど、それは私の皇帝ヨーゼフ2世陛下がひどく楽器演奏の下手な人物として描かれてしまっている点についてなんだ。実際の陛下は私と楽器を競争できるほどの腕前の持ち主だったんだよ。実際よく一緒に演奏していた。もちろん芸術に対する審美眼もとても優れていた。このことはぜひ覚えておいてね。それにモーツァルトは天才でサリエリは凡人だというのがこの作品のテーマになっているわけだけど、私ではなくて私の陛下の名誉のために言わせてほしいんだよね。陛下は凡人を宮廷楽長に据えるほど凡庸な君主ではなかったし、たとえお気に入りの芸術家に対してでも常に厳しい態度でその才能を示し続けることを求めていたんだっていうことをね。私サリエリは私の生涯をかけて私を引き立ててくださった陛下の期待に十分お応えすることができたと、そう信じているよ。ところで映画の中のサリエリについてだけど、ひどく食いしん坊で甘いものが大好きな男として描かれているね。これは正直なところ実際にその通りだ。映画の中に出てくるカペッツォリ・ディベーネレ、つまりヴィーナスの乳首と呼ばれているお菓子だけど、これは私のふるさとの名物なんだ。映画では栗のブランデー漬けって言ってるけど、マロングラッセたっぷりで焼き上げたガナッシュに洋酒を効かせてホワイトチョコレートに包んだものだよ。私の大好物さ。あと映画の中のサリエリは独身貴族のようだけど、実際の私には奥さんと子供がいたよ。晩年に老いに勝てなくて入院した時も
娘に勧められてウィーン総合病院に入ったんだ。ところでモーツァルト君は映画の中でひどく貧乏に困っているね。実際方々に借金があったのは本当だ。でも史実のモーツァルト君の生活が苦しかったかというとそれは微妙なところだね。実は彼が亡くなった後でコンスタンツェさんからいろいろ聞かせてもらったことがあるんだけど、彼にはひどい浪費癖があったんだ。仕事に困るようなことはなかったし、収入も十分あったんだけど、稼ぐ端から全部使ってしまっていた。その辺は映画の中でも同じといえば同じだね。ただこれは彼だけの問題ではないんだけど、そもそも私やモーツァルト君の時代、作曲家が作曲活動をメインにしてそれだけで生計を成り立たせるということはあまり一般的ではなかったということもあるんだよね。作曲家が特に教会や王侯貴族などに仕えることなしに作曲だけで生活するのが一般的になるのは大体私の可愛い弟子シューベルトあたりからのことになるからね。そして迎える終幕、モーツァルト君は若くして病に倒れ、私も実際に参列した質素な葬儀の後、共同墓地に埋葬される。これは大体本当のことで、彼の墓の在りかは今も分かっていない。本当に痛ましい、気の毒なことだと思っているよ。ただ彼の名誉のために説明しておくと、当時のウィーンではよほど裕福な者や王侯貴族以外は共同墓地に埋葬されるのが普通だったんだよね。なんだけどそういった風習はモーツァルト君の死後間もなく廃れてしまって、私が老人になる頃にはたとえ貧乏人でも自分の墓を持てるのが当たり前になっていた。だからモーツァルト君が格別不遇な末路をたどったというより、時代の巡り合わせが悪かったと言った方がいいかもしれないね。最後に話をまとめるよ。映画「アマデウス」は映画史上にその名を刻む傑作で、モーツァルトとサリエリの関係についての新たな神話を20世紀に築き上げた作品だった。それは認めよう。ただこの作品が主題としている天才と凡才の対立であるとか、芸術家同士の嫉妬であるとか、そういったことは私にはよくわからないんだよな。確かに音楽家の世界に才能やそれに対する嫉妬がないわけじゃない。私の教え子だったベートーベン君もね、ロッシーニ君の才能と成功を妬むようなことを口にしていたよ。でもね、我々は誰だって才能があり、誰だって努力をしてきている。そしてその2つ以上に必要かもしれないものは、人生における幸運や教え導いてくれる人との出会いなんだ。ガスマン先生やグルック先生がいなかったら、私がオペラ作曲家として成功することはなかったろう。なんだけどアマデウスのサリエリにはガスマン先生もグルック先生もいないかのようなんだよね。もし私がこのアマデウスのサリエリと出会うことがあったなら、師となって教え導いてあげなければいけないと思うほどだよ。さて、というわけでアマデウスの話でした。じゃあまたね。